おはようございます。たかしです。本日は10月19日水曜日、ただいま7時48分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足です。昨日の日足は下髭の長い陰線となっております。陰線の実体自体は小さいんですけれども、下髭を伴っております。そして今までの上昇ですね。そこで一旦の小休止が入ったのかなという感じです。ここは過去の高値を超えたあたり、この白のラインですね、61.8% というフィボナッチラインを超えたところで、今上げ止まっているのか、それともここから一旦の下落に入るのか、というところです。MACD はかなり強いです。ただ、ストキャスティクスは高値圏に来ておりますので、いつ下落してもおかしくない状態。過去のこのデッドクロスですね。こことかこことか。なので、こういう下落っていうのも考えられますので、ここからしばらく、あと2、3日ですね、下落に入っていってもおかしくないかなというところです。ただ、昨日も下髭の陰線というところで、髭が長いんですね。ここもそうですけれども。なので、もしかしたらこういう動き、ここも下髭の陰線、同じような形になってますので、この大きな上昇後の小休止、そしてまた上昇となっておりますので、同じ形を考えるなら、ここから本日もう一段上昇というところも考えられますが、ただ、ストキャスティクスは高値圏にあるので、一旦の調整下落には注意をしたいところです。では4時間足です。4時間足ではエリオット波動の今5波が進行中と考えております。この5波がどこで終わるのかというところですが、昨日もお話ししましたが、一旦はこの黄色の矢印先端 172.8 ぐらいを目指してくるんじゃないかなとは考えてます。ただ、このターゲットに関しては、もしかしたら達成せずに一度下落する可能性も考えておいた方がいいかなと思っていますので、一応ターゲットとしては 172.8 付近と思ってますが、ここを達成せずにここで一旦の下落、こういう感じですよね。なので、こういう感じの下落、これと同じような下落が入ってもおかしくないと思ってます。で、一旦ここを達成してからの下落になる可能性もあるんですが、達成せずにその手前で下落していくっていうことも考えられますので、その辺は注意が必要です。4時間足のストキャスティクスはよくわからない状態、MACD に関しては少しダイバージェンスを起こしそうな感じですね。チャートは上昇中ですが、MACD は今横ばいから下向きになってきてますので、これがしばらく続くと大きめの下落になっていきますので、その辺は注意が必要です。現在はこの高値ですね。ここともう一つの高値。ここですね。ここを今超えてきて、そこでどうなるか。この高値付近を今上抜けて、そこで値固めをしてもう一段上昇できるかというところにありますので、そこを本日上昇してこれるのかどうか。で、上昇してこれないようですと一旦の押しをつけますので、その場合はここ、紫ラインですね。1時間足の目線切り替えポイント、165円ぐらいまでの下落をする可能性は視野に入れておいた方がいいと思ってます。まずは昨日安値を下抜けないかどうかっていうところがポイントですね。そこを下抜けると紫ラインまでを考えますけれども、そこを下抜けずに昨日安値までのところで踏みとどまって上昇していけるようですと、この矢印先端を目指してくるかもしれませんので、その辺を目安にトレードしていくといいかもしれません。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを開催中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。少しの手間でそれだけの金額がもらえるなら、今月のお小遣いにしませんか？専用 URL は概要欄に貼ってあります。期間限定ですので、お早めにどうぞ。では1時間足です。1時間足ではこの緑のトレンドラインを引いていたのですが、今はそれを下抜けてきました。昨日大きめの下落があって、そこからですね、一度下抜けて今じりじりと上昇してますので、まずは昨日の高値を上抜けられるかどうか、そして昨日の安値を下抜けるかどうかっていうところが一つ目のポイントだと思ってます。昨日の高値を上抜ければ、先ほど4時間足で見ていた黄色矢印先端あたりを目指して上昇していくとは考えます。そして昨日の安値を下抜けた場合は、一度下落はすると思うんですが、抵抗ポイントがいくつもあるんですね。ここの緑のラインとかここですね。ここですと過去のこの高値、167円付近、そしてここで 165.5 付近というところが次引っかかってきますので、この辺ぐらいっていうのは押し目買いポイントになってきますので、その辺を目安として押し目買いを仕掛けていくのがいいのかなと。そして昨日の高値を超えてこれない、この辺付近、170円付近で上髭をつけるなどの動きをする場合は、そこからのショートエントリーを狙っていってもいいと
と思いますが、基本的には上昇トレンドは崩れてませんので、このトレンドラインを今下抜けはしましたけれども、まだ1時間下目線は上、1時間も4時間も日足も全て目線が上というところでのショートエントリーをするっていうところは念頭に置いておいた方がいいと思います。現在1時間足のストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきております。過去のデッドクロスはここですね。ここからの下落になりますので、多少の下落はしそうですけれども、ただチャートを見ているとここ今地利上げというか、なかなかに底堅い印象も受けますので、ここからもう一度上昇してくるとストキャスティクスは再び上を向いてきますので、やはりショートエントリーをするときは注意ですね。基本的には上昇トレンド中にあるというところですので、必ず下落のパターンが出るのを確認してからのショートエントリーをしていくのがいいと考えます。もし昨日の高値付近でショートエントリーをした場合、そこを上抜けた場合は、先ほど4時間足で言っていた黄色の矢印ぐらいまで上昇する可能性がありますので、そこが 172.8 ぐらいとなりますと、かなり上昇していくことになるので、ショートエントリーをするときは必ず損切りを置くこと。それはロングエントリーの時も一緒ですけれども、ここから大きめの調整をした場合は、この紫ラインまで下げてくる可能性があると考えると、165円ぐらいまでは下げてくる可能性があるんですね。今から言うと4円ぐらい下げる可能性としてはありますので、そう考えるとロングエントリーもショートエントリーもしっかり損切りを置かないとかなりの損失を抱えることになりますので、その辺は注意が必要です。ポンドのボラが少し収まってきてはいるみたいですけれども、やはり基本的にはボラが高い通貨ペアになりますので、しっかり引き付けてのトレードをしていくのがいいと思います。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。